関税一律 15% は日本85兆円払うのかって、はい。払うと思います。正確に言うと80兆円払うっていうのを石破さんが決めたんだみたいな話があるんですけど、石破さんね、サインはしなかったんですよね。トランプ大統領と当時の石破市長で交渉があった時に、80兆円というのは、85兆円に増えてますから、多分為替で85兆円って多分コメント書いてると思うんですけど、それでトランプ大統領に交渉した時に民間の額も含めて80兆円なので、日本政府としては80兆円という保証はできないよっていうので、サインをしなかったんですよね。なので、あくまでその方向性でいきますよ、みたいなことを言ってて、その額に対する保証をしなかったんですよ。石破さん、のらりくらりかわす作戦をやってたんですよね。なので、80兆円っていうものの、いつまでっていうわけでもないし、民間も含めた80兆なので、政府がどこまでで民間がどこまでって言ってないよっていうので、のらりくらいしてて、のらりくらり作戦っていうのを、まあなんとかするのかなと思ってたんですけど、で、経産省の赤なんとかさん。名前忘れちゃった。赤澤大臣だ。はい。赤澤大臣がアメリカに行って話をしていて、まあ、第一弾として人工ダイヤモンドとガス発電かなんかともう一個3つぐらいの投資をするぜっていうのをどうやら決めちゃってサインしちゃったっぽいんですよね。なんかね、明確にね、サインしたかどうかがまだちょっと僕が調べてる限りわかんないですけど、悪いことなんまず、日本が80兆円アメリカに払いますって言っちゃうと、日本の国家予算って110兆円とかなんですよ。実際80兆円のうち、国債の利払い、借金してるから、まず借金の利子返すよねっていうのが30兆円ぐらいあって、なので、実質的な国家予算と同じぐらいの額をアメリカに投資しますっていうのを言ってやっちゃったら、それさすがに日本、お金どうすんの？税金どっから国債すればいいんだっていう頭の弱い人たちがいるんだけど、80兆円も国債すったらさすがにねっていうのがあったりして、どうすんだろうねっていうので、そうそう、本来民間が投資する分も含むなので、石破さんは日本政府の代表としては保証はできないと。あくまで民間の分も含むからって言い方をしたんですけど、今回の赤澤さんのやつは額決まってるっぽいんですよね。第一弾で5兆円っていうので、まあ、もちろん民間も投資するとは言ってるんですけど、でもせいぜい民間出せて1000億もいかないと思うんですよね。1社10億円が2、30社ありますみたいな。っていうレベルだと思うんですけど、一発5兆円が決まりましたよっていうので、これがどうやらやるというのを確定したらしくて、関税一律 15% は日本85兆円払うのかってなんですけど、もともとじゃあ、85兆円ってなんで決まったかっていうと、日本に対して関税かけるぞって言われて、じゃあ80兆円払うから関税かけないでよっていうところで、石破政権の時に決まったんですけど、トランプ大統領、最近最高裁判決で負けて、関税というのは議会が決めるものであって、大統領が決めるものではないっていう判決が出たんですよ、アメリカで。なので、アメリカとしては、トランプ大統領の関税っていうのは無効になるから、じゃあ関税なくなるから、やった株価上がるぜってなったんですけど、それに従って判決に従わずに、まあ正確に言うと、判決に従った後に、大統領が使える関税というので、セキュリティリスクがある国に関しては、大統領が関税を設定していいみたいなルールがアメリカあるっぽいんですよ。なので、通常の関税というのはできないんだけど、232条の関税についてはできないんだけど、セキュリティリスクがあるからっていうので、一律関税かけますっていうので、世界中15%なっていうのになっちゃったんですよ。なので、日本は80兆円払うって言ってたんだけど、一律かけられるっていう。で、他の国は別に80兆円とか払うって言ってないのに、関税かかってるわっていう。っていうところで、中国と同じような関税が日本は払わなきゃいけなくなってしまったっていうのがあって、これをどうやって避けるかっていうので、避けられたらいいんですけど、避けれないとすると、5兆円は払うことになるんじゃないかな。まあ、もともと下げるっていう下げなかったから、両方持ってくのおかしいよねっていう。80兆円っていうのは、関税を下げるっていうから80兆円って言ったのに、15% かけるんだったら、俺たち80兆円払わないぞっていうのを、
高市さんが言えるんだったらいいんだ。約束だもん。まあね。残念ながら言えないと思うんで。そうそう。で、払う詐欺というのを石破さんは思いついたわけですよ。ピコーン。払うって言ったけど、いつまで払うとは言ってないし、誰が払うっていうのも言ってない。なので、僕はそれに対して、ハンコは押せないよ。でも、努力する。頑張る。80兆頑張って投資しよう。って言ってたっていうので、払う作業をやろうとしたんですけど、残念ながら、石破さんの作戦っていうのは、高市さんがひっくり返しちゃったっていう。書面で約束しなかった。ですね、トランプ大統領に対して、書面で約束したとしても、トランプ大統領はあんま関係ないんですよ。例えばそのトランプ大統領が関税をかけないっていう書面を作ったとしても、関税かけてくる人だと思うんですよね。個別に関税かけれないから世界中 15% だ、ドーンみたいになったわけで、そうするとその日本だけかけないっていうのをやるんだったら、じゃあ世界中かけれないようにってなっちゃうので、そうするとトランプ大統領って約束してもしょうがない人なんですよね。約束って、相手が約束を守るという確信がある場合と、相手が約束を守らなかった時に、別の何かが罰を与えてくれる場合に有効なんですよ。例えば、その契約書っていうのって、企業間で契約書って書くと思うんですけど、守らなかった場合どうなるか。裁判所に行って、裁判所にこいつ嘘ついているから金払えっていう判決をくださいって言って、裁判所がそのひろゆきカンパニーとひげおやじカンパニーが100万円分のアンパンを買うっていう契約をしましたと。僕がアンパン100万円分作って、ひげおやじカンパニーにアンパンを納めましたと。で、ひげおやじが100万円払いませんでした。で、この場合に、ひげおやじ払えよ払えよって言っても、ひげおやじはやだもんって言って逃げ切ろうとすると。なので、僕はそれを東京地裁に行って、100万円払うって契約書があって、アンパン100万円分も納金したのに、ひげおやじは100万円払ってくれません。なので、差し押さえをしても良いという判決をくださいっていうので裁判をやって、で、東京地裁の裁判官が100万円分差し押さえしていいよっていう判決をくれますと、僕に。で、その判決をもって僕は、ひげおやじカンパニーの取引先の銀行の口座というのを抑えて、そこから100万円取るっていうのができるんですよ。で、そこはひげおやじが払いたくないって言っても、例えば三井住友銀行だとして、三井住友銀行に東京地裁からこういう判決があるんで、ひげおやじカンパニーの口座から100万円くださいって言うと、三井住友銀行は、僕に100万円くれるんですよ。ひげおやじが払わないってくれたとしても、三井住友銀行が払う義務を持ってるんですよ。裁判所の令状に従う義務があるので。っていう形で、当事者が約束守んないって言ったとしても、その裁判所という強制力を使うことによって、約束を履行することができる。なので、約束とか契約っていうのは役に立つよ。なんですけど、国際関係って、ぶっちぎったとして、どうしようもないですよね。ちっちゃい国とかだと、約束ぶっちぎったら、国連の勧告とか、経済制裁とかあるんですけど、アメリカはまず常任理事国なので、国連による経済制裁とかっていうのができません。で、さらにアメリカ強いんで、アメリカがこんな悪さしたから、みんなでアメリカに対して経済制裁をしようぜって言っても、アメリカがふざけんなって怒ると、めんどくせえって言って、これ乗ってもらえないんですよ。なので、テレビ版ジャイアンみたいな感じで、ジャイアンは横暴を振るってるけど、誰も文句言えないよねっていう状態になってしまって、アメリカに対して約束守らなかったっていうのも、あいつ約束守らなくてひどいって日本は言い続けるしかなくて、約束を守らなかったペナルティというのを、残念ながらアメリカが払うっていうのはないんですよね。国家間が争う場合どうなるんだろう。基本的にはもう国際裁判所とかにも一応あるパターンもあるんですけど、国際裁判所とかにも従わねーっていうのできちゃうんですよ。ロシアとかイスラエルとか従わねーっていうのやってるんですけど、っていうのがあって、アメリカ最強なんですけど、なので、なんかね、80兆円は払うことになっちゃうのかなっていう感じですけども、はい。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。